皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は中国です。中国が世界中の企業から見放されているというデータが公表されました。今回は中国経済、特に世界から見た場合における展望のなさについて解説していきます。まず最初に中国経済の発達に対してどのような力がこれまでは後押しになっていたかについて簡単に要点を述べます。それは中国自身のお金を生み出す術とともに世界中の国からの投資を呼び込む、この2つが噛み合うことによってこれまで中国は大きな発展をしてきました。中国は共産党政権が土地すべてを保有し、それらを民間企業に払い下げることによって不動産開発を一気に促進してきました。地方政府にとっては土地を民間に払い下げることそれ自体が無から有を生み出すような莫大なお金を生み出し、そして不動産投資に関しては中国人全体で不動産は買えば必ず後で値上がりして返ってくるものだとして不動産投資というものが中国人全体で行われるような状況が続いてきました。そうしたいずれ値上がりするだろうということを前提として自分自身も不動産に住むために買うプラスアルファ投資用の物件というものもどんどんと購入することによって中国人全員が住むよりもはるかに多くの不動産物件が建設されるといったことが各地で発生しました。これに伴って不動産業界も非常に多額のお金が流れ込むことによって中国 GDP の3割程度がこうした不動産業界の資金流通によって多大な景気浮揚策へと発展したわけです。また中国においては都市部と農村部における収入格差、貧富の格差も非常に大きく貧しい人もたくさんいました。農村戸籍の人は都市戸籍を得ることができない。しかし都会に出て出稼ぎ労働者となることは許されました。これら貧しい農村戸籍の人たちが大量に工場労働者として雇われることによって中国は世界の工場とも呼ばれるような状況となりました。この工場を大量に作ったのが海外企業で、これらの企業たちには安い労働力を豊富に得ることができる場所として中国が歓迎され、また中国政府もそうした利用されることを良しとしました。大量の雇用を生み、それらの雇用された人々に対する賃金は少なくとも従来の中国企業にはなかなかそこまで手が回らない話だったわけです。そしてこの2つの中国経済発達の要因というものは今行き詰まりを見せています。不動産業界においては多大な借金付けの状態の中から経営が破綻する企業も続出し、値上がりし続けるものだった。そうした不動産熱といったものも今では大量に誰も住まない幽霊物件が中国のあちこちに数えきれないほどあるような状態となっています。そして大量に安い賃金で働く労働者を提供していた中国自身でも賃金は上昇し、かつてほど世界の工場としての魅力はなくなりつつあります。こうした状況といったものをさらに悪化させるのが中国政府自身の情報統制や経済の失速に伴う中国市場そのものの縮小による魅力の減退です。こうした様々な状況が重なり合うことによって中国に対する世界中の企業からの投資が大幅に減少しています。さて、そのことを示す記事を見ていきましょう。日経新聞より外資の2024年対中投資は3年で 99% 減少、中国離れ止まらず。中国国家外貨管理局が発表した2024年の国際収支によると、外資企業の直接投資はピーク時の2021年と比べて 99% 減少した。経済減速やスパイ摘発への懸念で外資の中国離れが止まらない。2024年の対中直接投資は45億ドル、約6800億円の流入超過だった。33年ぶりの低水準となった。工場新設など新規投資分が撤退や事業縮小など資本の回収分をわずかに上回ったものの前年から9割減った。流入超過がピークをつけた2021年は3440億ドルだった。新型コロナウイルスの感染拡大により上海のロックダウン、都市封鎖で経済が大きく混乱し、外資の直接投資は2022年4月から6月から大きく落ち込んだ。左の図が中国への直接投資です。直接投資は1990年頃ではほとんど見られないものでしたが、その後の改革開放政策のもと、外資の呼び込みといったものが積極的に行われるようになっていきました。それに伴って中国への直接投資は
1990年から2005年にかけて確実に上昇し、そこからは一気に2010年、2015年と非常に多くの世界的な企業が中国に工場を持ったり、もしくは中国でのビジネスを拡大するために積極的な投資を行っていきました。中国は改革開放政策の下で海外から投資や人材、技術を呼び込み、高度成長に結びつけてきた。厳しい移動制限をかけたゼロコロナ政策を機に、外資は先行き不安を高めた。中国の成長モデルは岐路に立っている。中国当局はスパイ摘発などで国家安全を一段と重視しており、外資は警戒を強める。不動産不況で中国経済が減速し、成長への期待が剥落したことも企業の投資意欲の低下につながった。2024年は外資大手の中国事業の縮小が相次いだ。企業の競争力を左右するデータの海外移転の規制やネット統制の強化に伴い、アメリカ IBM やマイクロソフト、シスコシステムズが相次いで中国内の研究開発 R&D 拠点の縮小や海外移転などを進めた。アメリカ企業の関係者はデータの共有などができなくなり、アメリカの研究開発拠点との連携が難しくなっていると打ち明ける。中国企業もアメリカのサービスを打ち切り、中国企業に切り替えるケースも増えている。他にも日本製鉄が中国の宝山鋼鉄との合弁事業から撤退し、半世紀に及ぶ協力関係を見直した。韓国メディアによると、韓国の製鉄大手ポスコもステンレス鋼工場を売却する方向で検討に入った。タイヤではブリヂストンが中国でのトラック・バス用タイヤの生産販売から撤退すると発表。住友化学も中国での大型液晶テレビ向けの偏光板事業から撤退すると公表。さらに中国で急速に進んだ電気自動車 EV の普及に乗り遅れた外資系の自動車大手も縮小する。アメリカ GM は2024年に上海汽車と手掛ける中国事業の再編で40億ドルの費用を計上。日産自動車やホンダなど日系大手も中国で生産能力の縮小や人員削減などのリストラを強いられている。中国に進出している日本企業で作る中国日本商会が発表したアンケート調査によると、2025年の中国国内の投資額について前年より大幅に増やすと回答した企業は計 16% にとどまった。前年より減らす 21% が上回った。2025年は投資しないも 20% に上った。2025年の中国向け投資、日本企業、投資しないが20、減らすが21、変わらずといったところもかなりあることから、まだまだ減らす余地はあると言えるでしょう。中国経済の今後なのですが、まだまだ暗雲は垂れ込めたままです。不動産業界における価格の値崩れといったものはまだまだ終わったとはちょっと言えないような状況ですし、経営の傾いた不動産開発会社はまだまだたくさんあります。それらの企業が完全に清算されたというわけでもなく、不良債権を抱えたような状態でゾンビ化したまま、ある程度延命も図られています。完全な破綻をすれば、それが中国の不動産業界だけではなく、金融界にとっても大きなダメージになる可能性があり、潰すに潰せないような状況がまだまだしばらく続きそうなのです。そして、こうした中国国内だけでの問題処理もできないままに、次なる国際情勢の変化が中国に対して大きな障害となります。それがトランプ政権です。トランプ大統領は大統領選の時から継続的に中国に対する警戒感は表明しており、関税政策をもって中国に対しては強く当たることを表明しています。現在のところ中国に対しては 10% 程度というちょっと大統領選の時言っていた 60% に比べればかなり低い税率しか関税はかけていません。ただこれには追加の関税政策があります。それは全世界に対する相互関税といったもので中国以外にも抜き並み関税をかけるといった政策を発表しています。これによって中国に対する打撃は深まるだろうと言われています。なぜ中国本体に対する関税だけではなくそれ以外全世界に対する相互関税も中国に対してダメージになるかといえば、それは第一次トランプ政権時における中国に対する関税政策で中国は迂回路を発見しています。
直接的に関税をかけられるのであれば、他の国を中継することによって直接的なダメージを減少させるといったことが、日常的に行われるようになったのです。例えば、カナダやメキシコは北米の貿易協定といったものがありましたから、関税を大幅に撤退するといったことが行われていました。現在トランプ大統領はメキシコ、カナダに対する関税 25% といったものも突きつけていますし、それ以外にも中国はベトナム経由での輸出といったものも行っていました。このように中国に対する直接的な関税をかけるというのであれば、迂回輸出をするので関係ないといったこともある程度中国は想定済みなわけです。このような迂回輸出をさらに塞ぐためには、もういっそのこと全世界にといった話へと進んでいくわけです。最終的に関税を世界中にかければ、アメリカが輸入する分については物の値段がどんどんと高くなっていくので、アメリカ国民の不満といったものは高まる可能性があります。そして中国に対する直接投資が減少しているこの傾向については、今後も中国自身が景気が浮揚しない限りは、なかなか復活するのは難しいでしょう。特に物の値段が安ければ安いほどがいいというデフレ経済へと落ち込んでいくと、わざわざ多額のお金をかけて投資するといったことが利益として返ってくるのに時間がかかるようになりますから、海外から見た場合において中国の市場としての魅力はどんどんと薄れていくのです。そして先ほども述べたような世界の工場として中国を使うと、それによって関税をかけられる、そういったことを前提とした場合において、中国に対する投資魅力というのはどんどんと低下していると考えるべきでしょう。そして忘れてはならないのが地政学的リスクです。このチャンネルではロシアによるウクライナ侵攻の話を継続的に取り扱っています。ロシアによるウクライナ侵略というのは、国連の常任理事国が他国に軍事的な侵略を行い、その占領地を強引に併合するといったことを宣言する。そういった事態が発生し、それを国連が止めることもできないし、国際社会も非難する声は上げられるけれども、決定的に止めることができないということを現実として見せつけています。このような現実を見れば、軍事力を使った行為が、非常にペナルティが少ないといったことを見せつけているわけで、中国による軍事行動が起こり得るといった可能性は非常に未来に向けて確率が高まっているような状況です。さて、そのような国とビジネスを続けていくことができるでしょうか。ロシアによるウクライナ侵略では、欧米各国はロシアで行っているビジネスからどんどんと撤退していきました。大半であって全てではありませんが、大企業であればあるほど、その撤退圧力は政治上にも力が加わり、逃れることはできません。投資した分がほとんど全て損失になるようなところもたくさんありました。中国においても、例えば台湾攻撃などを実施した場合において、中国に投資していたお金が全て水の泡になってしまうと考えるべきでしょう。このようなリスクについて、今後どんどんと高まるといったことを考えれば、日本政府はもっと積極的に日本企業の進出に対して待ったをかけるべきですし、そのような事態が発生した際には、中国にいる日本人が非常に身の危険にさらされるといったことも、当然高いリスクとして確実に存在することを警告しておくべきです。さて、こうした中国経済とその今後についての話をしてきましたが、合わせてそういった大きな話だけではなく身近なこととして中国人絡みで日本国内でも起こっている問題についてちょっと取り上げておきましょう。中国の一部になるのに消されるよ。マナー違反を注意した京都高台寺光林院が脅される。訪日客が急増し、観光郊外オーバーツーリズムが課題となる中、豊臣秀吉の正室北の政所ねねゆかりの高台寺光林院が観光客のマナー違反を注意したところ、中国の一部になるのに偉そうにしてたら消されるよなどと心ない言葉を浴びせられたと嘆いている。高台寺光林院は苔庭の名所で現存する中で同時最古の塔頭。同院の担当者は参道を塞いでいた乗用車に近くのコインパーキングに入れてほしいと注意したところ、アジア系の人物から外国人なまりのある日本語で白タクじゃねえよ、放送できないような言葉で大声を上げられたという。担当者によると、京都市内では営業許可を取らずに自家用車でタクシー業を営む白タクが問題となっている。担当者に注意された人物は白タク行為を非難されたと勘違いしたとみられる。担当者はまた、昨年12月、着物姿の外国人観光客を禁止エリアで撮影していたカメラマンを注意した際、片言の日本語で中国の一部になるのに偉そうにしてたら消されるよと脅されたと振り返った。産経新聞の取材に
担当者は家族連れの記念撮影まで禁止しようとは思わないと話した。しかし、注意したカメラマンは、撮影禁止の張り紙が掲示された場所で、再三違う観光客の撮影を行い、ポーズを求めるなどしており、明らかな商業ベースに見えたという。担当者は、こうしたやり取りを、高大寺光林院の X 公式アカウントで紹介。共存は無理と漏らしながらも、マナーを守るよう、粘り強く呼びかけている。近隣の住人から必要なことを言ってくれてよかったと激励される一方、危険が及ばないように気をつけてと担当者の安全を心配する声が寄せられているという。中国の一部になるのに偉そうにしてたら消されるよなんていう言葉が罵声として飛んできたというのは、彼らの心の内に中国軍の軍拡がひたすら続いてきた中において、この軍を使っていずれは他の国に侵略することが、さしたることでもないと思い始めている一つの証拠だとも言えます。もちろんこれはあくまでも一般人の発言ではあるものの、一般人がそのように認識するということそれ自体が中国のいわゆる空気といったものを示していると見て取ることもできます。また、中国や韓国の人たちが日本へ旅行にやってきた際に、日本の企業にお金を落とさずに旅行を楽しむといったことがあることについても言及しておくべきでしょう。例えばこの記事の中では白タク営業の話が出ていました。中国から旅行で日本にやってきた際に、日本に住んでいる中国系の人が違法にタクシー業務を行い、その料金をスマートフォンのアプリなどで人民元決済し、そこで上げた利益はもちろん税務署に申告するわけもなく、簡単に言えば脱税が簡単にできるというわけです。これは何もタクシーだけではなく民泊などでも当然違法行為が横行しており、これもまた民泊に対する規制をすべて無視した上で違法民泊が有名どころの観光地では漏れなく行われているといったことなどもたびたび報道されています。まず観光地におけるオーバーツーリズム問題では、これまでの観光行政の誤りを正す必要があります。かつて日本に対する訪日観光客は少ない時期がありましたが、現在では非常に多くなっています。人が少なかった頃においては、もっともっと観光客を呼び込もうという数を追い求めました。現在ではそのような数を追い求める段階ではなく、有名な観光どころでは市民生活が脅かされるほどに公共交通機関が混み合っていたり、もしくは観光地において歩道から車道へと観光客が溢れ出して交通障害を生み出したり、観光地で器物破損のような法律違反行為もたびたび発生する事態へとなっています。ですから、明確に観光政策の根本を変えて、数を追い求めるのではなく、質を追い求める方針へと転換する必要があります。そのためにも、まずは観光入国税について新しく設けて、日本が円安だから、いわゆる安さを求める人たちに対しては、ハードルを上げて、観光客の数そのものについてある程度減少させるのが良いと思います。その上で、観光入国税で得たお金を観光地における受け入れ体制の強化に使う資金源としてもっと活用すべきです。バスに乗り込む人が非常に多くて、そこに住んでいる人たちが通学や出勤などでまともに使えないというのであれば話にならないわけで、バスを増便するための資金源として使ったり、観光地での予約人数を制御するためのネットでの入場予約システムの完備や提供など、有効的なお金の使い方といったものはあるはずです。また、白タク営業などに対する取り締まりを強化するためにも、現在では限られた用途にしか用いられていないおとり捜査などについてももっと活用の幅を広げるとともに摘発を進めるといったことも重要でしょう。あなたは今回の前半部分での中国経済の海外企業から見放されている話と後半の中国人観光客周りでのトラブル発生についてどのようなことを思われるでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。